お家と木と池の周りに赤ちゃん服を使います。まずは生地選びです。家の壁、屋根、ドア、池、木の生地を選びました。家はキルティングの技術を使います。まずは紙を生地の大きさに切り、好きな家のデザインを描きます。そして家を配置したい場所に置きます。はっきり見えるように油性ペンでなぞりました。こんな感じです。お洋服を必要な大きさに切ります。こんな感じです。土台の生地にお洋服を置き、デザインを描いた紙を配置します。配置が決まったら待ち針で留め、まずは直線縫いで生地に縫い付けます。こんな感じです。待ち針を外し、紙を縫い付けた布から切り離します。同じ工程で屋根、ドア、窓にも使うので、ゆっくり丁寧に破ります。そして洋服も縫い目ギリギリのところまで切り揃えます。屋根と窓とドアも同じ工程でつけていきます。こんな感じです。今度は縫い目と布端を覆うようにしてジグザグ縫いでミシンをかけます。設定はこちらです。お家のキルティングが完成しました。次に表題の刺繍です。下書きはフリクションペンで書きます。なぜならフリクションペンは熱で消えるインクなので、縫い上がった後のアイロンをかけるだけできれいに仕上がるからです。刺繍はチェーンステッチで3本取りで行います。下書きの書き順に沿って端っこに針を入れ、近くに針を入れ直し、表に糸の輪っかを作ります。その輪っかに幅を空けて針を入れ、引っ張るとチェーンができます。土台にインターフェースをつけているので刺繍枠はいりません。表題の刺繍はお好きな色をお選びください。私は庭に咲いている雑草とお花をイメージしてこの色使いにしました。こんな感じです。次に木と池を仕上げていきます。先ほど選んだ生地に型紙を直接縫い付け、さらに土台に縫い付けていきます。この型紙は洗っても縮まない不織布ですが、アイロンには向きません。型紙の大きさに合わせて服を切り、ずれないようにミシンで縫った後、その形に切り揃えます。こんな感じになります。最後にスナップボタンをつけます。上から10センチ、左から2.5センチの場所に印をつけ、手縫いで留め付けました。これで表紙の完成です。皆さんの布絵本はどうでしょうか？私のは真ん中あたりが少し寂しいような気がしてきました。本当の完成かどうかはお楽しみ。